聖書ではですね、夢を通して示すっていうことをね、語っているんですね。いくつかあります。皆さんの中にもそういう方もいらっしゃると思うんですが、私はね、入院の時に夢を通して示されるんですね、よくね。それで一度入院して退院した後にですね、おかしな夢見たんですね。それは何かっていうとですね、私がその病院に行くんですね。で、その直前に地下室から私の知り合い、第1回目入院した時の知り合いになった方、若い方だったんですが、出ていくんですね。その後私が入院するんですね。そしてですね、入院した時にですね、ちょっとあれと思ったんですね。それは何かというと、知ってる看護婦さんが3分の1しかいなかったんですね。あれと思ったんですね。そしてね、結局どうなったのかっていうとですね、私、2度目入院したんですね。で、2度目入院してですね、行った時に、私の知り合いだった、その若い人ですね、死んで、そしてね、いなくなった後だったんですね。で、その病院ではですね、死んだ患者はですね、地下室から出てくるんですね。だから死んだ後、出てったと。入っていったと。こういうような形になったんですね。そして、病棟に行ってみたらですね、知ってる看護師さん3分の1しかいないんですね。でどうして3分の1しかいなかったのかっていうとですね、辞めちゃった。辞めちゃったり、他のところ行っちゃったりしてですね、結局3分の1しかいなかったんですね。ですからね、夢通りだったんですね。それでそこでちょっと非常に厳しいメッセージを受けたんですね。それは何かっていうとですね、で私が最初に入院した時に亡くなった若い人、同じ年のぐらいだったんですけどもですね、宣教しろって言われたんですよね。ただね、なんかすごく言いにくくて、こう勇気が出ないんですよね。それでですね、退院しちゃった。でも、ちゃんと神様はね、神様のことを言いなさいって言われたので、もうある時ですね、勇気を出してね、病棟まで行ってですね、そして話そうとしたら、そこに先生が入ってきちゃった。だからそれでダメになっちゃったんですね。それで次にですね、また勇気を出してその病棟に行って、話し始めたら、そしたらまた関係者がやってきちゃってですね、そこでダメになってですね、そしてね、神様に福音を話しなさいって言われたんだけど、話さなかったんですね。そしたら死んじゃって、出てっちゃった。そしてですね、特にですね、やっぱり主の特別なその語りかけを聞いたのはですね、私が入ったベッドはですね、彼のベッドだったんですね。だからそれを通してですね、はっきりと宣教することのね、重要性っていうのをね、感じました。で、それ以降ね、ともかく宣教できるときは宣教しちゃうと。そういうふうに神様を語ってもらえるのでね、対応してるんですが、皆さんもそういうふうに示されている人やなんかいるならね、宣教されることをね、お勧めいたします。